雑談です。ピン芸です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、朝からですね、個展を決めようと思って、それを申し込みはね、もうちょっと前にしてて、一昨日かなしてて、で決まったんで、それでなんかいろいろ準備せなあかんなと思って準備をしておりましたが、原線しか書かんっていうのをインスタグラムでもう200日ぐらい毎日1枚ずつ書いてるのがあって、それとは別にアクリルで書いてるこの今喋ってる YouTube でこの喋ってるイラストのやつがあるんですけど、それをね同じ絵をずっと描いてるっていうのがあって、それをやろうと思って、それの準備をしておりましたね。で夜にネタ撮りがあったんで、新内君のそれに行っておりましたんで、そんなことをやっておりまして、10月の8、9、10と3日間金土日になりますが、原宿のデザインフェスタギャラリーの方でウエストの 2B ですね。でそこで個展しますんで、絵とか、あとねアクリルのキーホルダーとかグッズもちょこっとありますね。あと残ってる在庫いろいろあるんで、販売もありますので、ぜひ来ていただきたいなっていうことをやっておりました。で見ましたですわ、最強ピンネタ15連発って、だから昨日ネタ撮りをねやってたんで、オンタイムで見ることはできませんでしたが、録画しておりまして、これ見ましたですわね。2時間ぐらいある特番だったんで、なかなかねピンネタだけを15連発持って、これなかなか珍しいですよね。でこのまずね番組どうのこうの言う前に、この収録行ってたんですよ。で朝早くてね、この収録日がでその日で全員撮ったんじゃなくて、もう結構長い間ネタ見て誰かコメントするみたいな感じなんで、結構ねネタだけ先に撮って、でスタジオ部分後撮りでみたいな感じだったんですけど、でスタジオ撮りと陣内くんのネタの日が一緒で朝早かったんですよね。朝行く時になんか阿佐ヶ谷の駅で、あれこれなんかエキストラめっちゃ集まってんなみたいな感じだったんですよ。で僕はネタだけやって帰ってきた時に、お昼ぐらいに帰ってきたのかな。そしたらいつも通らない道を通って帰ってきたら、ちょうどそこで撮影してて、なんだろうなと思ったら、見ても誰だか分かんない人が出てんなと思いながら、なんだろうなと思ったら、あれですわ、今度始まる阿佐ヶ谷姉妹のドラマの撮影をしておりましたね。それね、本当に阿佐ヶ谷で撮ってんだと思いながらねの思い出がこのネタの収録の日の思い出はそれで塗り替えられましたけども、その、最強ピンネタ15連発の放送が昨日ありまして、で15組ね、これずらっとね全部1個ずつ処理していくのもあれですけども、順番に行きました。佐久間ね、和之さんからお菓子工場、これね僕も YouTube で見た時に、こんなおもろいネタがあるのかと思って、すぐ陣内にね、画面映像を使ったネタなんでこんなことしてるっつって、2人で見てね、これはおもろいなっつって、昨日放送あった自動販売機のね、コーヒーの自動販売機のネタはこれが元になってると言っても過言ではない。僕はこれ見てと同時期ぐらいに自動販売機のやつでなんかできまへんか言ってね考えてやりましたけど、これ本当に面白いですよね。で解説でねばかりさんがもう本当に的確なことを言ってたんですけど、これってある種大喜利的なね、次どうなんだろうみたいなのをやって積み重ねていくと、だんだん飛び放題なんですね。何でもありって言ったら何でもありなんで、
飛び放題なところを、そこをある程度こう自分の中でのルールを決めて、その範囲内でやってるっていうのが、これがすごいですね。だからなんていうんですかね、こう風呂敷を広げすぎない、これがねやっぱりね、考える方は難しいです。そこをね、限られた状況でこう展開させていかないくちゃいけないっていうのは、こう考える方は難しいんです。そこで全部成立させてるっていうのはすごいですよね。だからもう何だって出したったらいいよ。土壌だろうがカッパだろうが宇宙人が出てきたっていいわけなのに、それをしないっていうのが、これはまあ本当に面白いですよね。佐久間圭一さんで、お見送り芸人しんいちさんも、これなんかのネタを僕見た時に、こんな面白い人がいるのかと思って YouTube もね登録しておりますよ。面白いですよね。このでどこどこの好きなところっていうね、ちょっとこうチクリじゃないですね、あれもうチクリと刺す感じじゃないんですよね。もうぶん殴られる感じのねところをついてくるっていう、なかなか面白いですよね。でヒコロヒーの漫画の編集者のね、具合がちょうどいいというね、これ本当にバランス感覚が非常に素晴らしいですね。その具合がちょうどいいというか、面白いですね。それから森谷さんね、風強いなっていうだけ、これねなかなかそれだけで押しちゃうっていうのも、それはそれで面白いですよね。で、かまいたちが紹介してたんですけども、その紹介の時点で全部ネタバレしている。でも面白いっていうのね、やっぱ面白いですよね。で、吉住さんね、飛ぶ女って、タイトルの付け方といいね、子供の名前の付け方といいは非常に面白かったですね。で、ゆりやんのこのなんていうんですか、こうそれわし一回でも言うたかいうパターンにはめていく。でこれこそもう飛び放題で、もうユリアンワールドでそこでみたいなことがどんどん出てくるっていうのは、これは素晴らしいですね。で、おいでやす小田さんは、これはもうねすごいね、驚くね、もう結婚するっつってももう驚かんっつって、最後それでおいっていう驚くね、これも構成も素晴らしいし、やっぱりでかい声ってやっぱ面白いですよね。ザコシとかもそうですけど、やっぱでかい声っていうだけで面白いですね。いや面白かった。で、友近ね、これはもうなんていうのドッキリプリンや言うてね、手の内をこうばらしながら、そこをなんていうの、嘲笑うというかね、ああいうこう本当にメタ的な捉え方をして運んでいくね、面白いですね。カメラを探してドッキリプリンやとか、もよくできていますね、本当に。で、陣内自動販売機ね、これは豆をのところとか、こだわりコーヒーでね、飛行機ビャーンって飛んでいくところとかね、あの辺のこの安い感じの CG の具合がね、僕的にはこうね、あっこがツボというか、あっこがポイントなんですけどね。で、ちょっと一昔前っぽい CG とかね、あの辺はそれがこだわりコーヒーなんです。僕はそこをこだわっているところとかね、ありますけど。で、バカリズム裏回しの副担任というかね、これも本当になんていうんですかね、メタ的な視線で捉えた、本当にこの世代というかね、は多いです。それは本当に松本さんの影響がもろって感じですよね。いや、非常に面白いね。で、もう中の煮っ転がしのこのむちゃくちゃ加減というか、ワールドですよね。これはもう世界作っちゃってますからね。それは面白いですよ。で、岡野陽一さん、板のやつっていうね、これもバカリさんが解説で、タイトルが医者目線のタイトルだって言ってたんですけど、それがすごいですよね。だからね、一人なんで
視点の置き方がこう一方通行に なりがちなんですけども、岡野さんはそういったところをこうある種俯瞰的に捉えてネタにしているなっていうのを感じますね。で、小中くんね、捜査一課ルッキズムですけども、まあこれ、ずるいといえばね、いろいろ段階踏めるんですけども、こうあだ名つけてくれっつって、ハゲロン毛ね、ハゲってつけてほしいのにロン毛って言われたとかね、その前にこうメガネをいじらないあたりもこの辺のさじ加減がうまいなと思って見ておりました。面白いですね。で、今井来八さんはこれ長渕のね、メーベのっていうこういい曲が始まるかなと思ったら長渕っぽい曲が始まるっていうかね、これね、でもちょっと牧田スポーツさんもねやられてるんで、それを思っちゃいましたけども、面白かったですね。で、ルシファーね、ドッキリこれやってるよっていうね、いや非常に面白かった。で、トータルこう15組ね、なかなかこれ特番なんで、これを毎週とかは望まないですけども、年一ぐらいでは、半年に1回でもきついかもしれないですけど、年一くらいはね、ぜひやっていただきたいなと思った番組でありまして、こう2時間ぐらいやんなくても1時間ぐらいで、これの3分の1ぐらい、5組ぐらいで、1時間、そうですね、ワンクールに1回ぐらいあればいいんで、年一で、スペシャルみたいなあるといいな。僕もピンネタ好きなんでっていうのを見ておりましたと。あれ、音が出ないわ。いいや、じゃあもうね、そんなところですわ。はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。